こんにちは、マネチク、うなうよです。今回は映画、資料館の家を再現しました。ホラー映画、資料館はシリーズ作品が多数ありますが、今回は2013年に公開された第1作目の舞台となった家を再現し、間取りを考察していきます。悪魔の住む家で知られるアミティビル事件など、数々の超常現象を調査、解明してきた超常現象研究家のウォーレン夫妻。彼らがこれまで扱った中で最も邪悪で恐ろしいと語り、長年封印してきた事件、それが1971年にアメリカロードアイランド州で起きたペロン一家事件です。映画「資料館」はこの実際の事件をもとに制作されたホラー作品であり、物語の舞台となった家は実際にロードアイランド州ハリスビルに存在しています。ただ映画に出てくるペロン家は実際のペロン家そのものではなく、このように外観の雰囲気も結構違います。映画のペロン家はノースカロライナ州にある家を外観の撮影に使用したそうです。ペロン家は1863年に建てられた古いコロニアル様式の家です。コロニアル様式はアメリカの植民地時代に広まった伝統的な建築スタイルで、シンプルだけどどこか重厚感のあるデザインが特徴です。外観は大きなグリーンの三角屋根にレンガの煙突、白いラップサイディングの外壁、左右対称に並んだグリーンの窓も特徴的です。建物は2階建てで地下室と屋根裏もあるようですが、屋根裏は映画の中では描かれていません。また正面から見て右側にも後から増築されたような小部屋があります。ただこの部屋についても映画の中では内部が全く描かれておらず、用途や構造は不明です。それではペロン家の内部、間取りを見ていきます。ペロン家の間取りはこんな感じです。全部で9つの部屋に加えてリビングとダイニングキッチンがあります。玄関を入るとまず目に入るのは大きな階段と奥へとまっすぐ伸びる長い廊下です。玄関を入ってすぐ正面に階段がある間取りは風水では教祖とされる配置です。玄関から階段と廊下が見える構造は日本のホラー映画「呪怨」の家の間取りにもどこか似ていて、どことなく不穏な雰囲気を感じさせます。玄関左手にはリビング、その奥には書斎があります。パッと見はオープンな間取りに見えるんですが、実際は壁で区切られていて、ドアも多く家の中を一望することができません。はっきりとは見えない構造がまるで見えない何かに見張られているような不安と緊張をかきたてている気がします。リビングは怪奇現象に悩まされた子どもたちが寝ていた場所でもあります。広さはおそらく20畳ほどでしょうか。部屋の中央には大きなイエローのソファが置かれていて、映画の中でも家族が集まる印象的なシーンが多いです。またペロン家のほとんどの部屋には古い暖炉が設けられています。どれも現代の住宅にあるような飾り目的のものではなく、実際に暖を取るために使われていた本格的な暖炉です。こうした生きた暖炉は単なる家具ではなく、家族の生活や記憶が刻まれた場所で、前の住人の気配をふと感じるような、そんな存在感があります。リビングの隣には書斎があり、ペロン家の父親ロジャーが使用しています。この部屋はキッチンとリビングの間にあり、三方をドアに囲まれた間取りになっています。どこかの部屋へ行くための通路になっているこの部屋の間取りは、風水の観点からも良くないとされており、どこか落ち着かず不安定な空気を感じるのはこの独特な間取りのせいかもしれません。キッチンはグリーンの壁で明るく開放的な雰囲気が感じられます。広さは15畳ほどでしょうか。中央には家族7人が座れる大きなテーブルが置かれ、家族団らんの場として機能しています。キッチンには電話がついており、映画内での電話のシーンはキッチンの電話を使用しています。キッチンの向かいにある部屋はおそらく洗濯など家事を行うためのスペースだと思われますが、具体的な用途ははっきりとは分かりません。映画では冒頭で子どもたちがかくれんぼをするシーンや
警察官がメイドの幽霊を目撃するシーンで映りますが、画面に映る時間が短いため内部の様子はあまり確認できません。表玄関の他に家の裏側にも玄関があります。パッと見ではどちらが正面か分かりにくいですが、表玄関のポーチの屋根は三角で、裏玄関のポーチの上はベランダになっています。裏玄関から出た裏庭には大きな木、奥に池の水面が見えるのも特徴です。表玄関と裏玄関をつなぐようにまっすぐ廊下があります。ここは警察官が使用するシーンでトイレであることがわかりますが、内装は確認できません。今回はイメージで作成しました。ここは地下室へ続く階段がある物置です。冒頭で地下室の入り口を塞いでいた壁が壊されることで存在が明らかになり、それ以降怪奇現象が相次いで起こります。階段を降りるとピアノがあり、前の居住者が残していった古い家具が所狭しと置かれています。地下室には小さな窓があり、かろうじて地上の光が差し込みますが、暗く閉ざされた湿気のある雰囲気は変わりません。この地下室は映画終盤の重要な舞台であり、家そのものに蓄積された負の記憶を象徴する空間でもあります。玄関の右手にはリビングのような部屋がもう一つあります。映画の中ではこの部屋に入るシーンはなく、内装も一瞬しか映りませんが、子供用の机やソファー、暖炉が設置されていることが確認できます。家族の写真が飾られている階段を上がります。2階は家族の寝室が並ぶフロアです。階段横にドアがありますが、映画の中では一切映らないため内部の様子は確認できません。ドレッサーの向かいのドアは収納・洗面所へ続きます。手前が次女・三女の部屋、隣が四女・末っ子の部屋です。ペロン夫婦の寝室です。壁紙は淡いピンクのような色味です。部屋の中央には大きなベッドが置かれ、暖炉の上には家族写真が飾られています。暖炉左横のドアは洗面所で、夫婦の寝室からも廊下からもアクセスできる構造になっています。洗面所は映画内で全体が映ることはありませんが、夫婦の部屋のドアから入ってすぐにトイレがあり、壁際には洗面台、奥には浴槽とシャワーが設置されているようです。こちらのドアは夫婦の部屋にあったドアとつながっていると考えられます。映画で内部は映らないので、今回はクローゼットとして作成しました。映画の中で夫婦の部屋の窓から飼い犬のセイディを心配そうに見ているシーンがありますが、この窓は夫婦の部屋の窓ではありません。夫婦の寝室の窓は外側から見るとこの位置ですが、映画の夫婦の部屋の窓は左側にベランダがあるのがわかります。映画の窓はこの位置になり、ここは四女・末っ子の部屋なのですが、夫婦の部屋から見ている描写として演出されているようです。少しややこしいのですが、四女・末っ子の部屋の内装を見ると、この窓は存在していません。外観と内装が矛盾しているので、内装は別のセットで撮影されたと思います。ペロン夫婦の部屋の向かいには四女・末っ子の部屋があります。末っ子のエイプリルがオルゴールを使って幽霊の男の子とやり取りするシーンやかくれんぼのシーンで部屋の中が映ります。他の部屋とは異なり、グリーンの壁紙にブルーのモールディングで明るく可愛らしい印象です。
4女、末っ子の部屋の隣には次女、三女の部屋があります。映画で映るシーンがほとんど暗闇のため内装の詳細は分かりませんでしたが、部屋の中央にベッド、ドア側に暖炉があり、その隣に机が置かれています。この奥のドアは映画で映らないため詳細は分かりません。長女の部屋は一人部屋で大きな古いクローゼットが置かれています。四女のシンディは無遊病で夜にこのクローゼットに頭をぶつけるシーンがあります。部屋の中には机やドレッサー、ギターなどが置かれ、暖炉の上には猫の絵が飾られています。このクローゼットの奥の壁にはわずかなスペースがあり、そこから地下へまっすぐ落ちていく描写がありますが、1階の間取りを見ても人一人が通れるような壁のスペースがなさそうなので、どこを落ちていったか謎です。裏玄関から外に出ると奥に大きな木や池があります。裏玄関のポーチの上はベランダになっていますが、2階に外へ出られるようなドアや大きな窓は確認できませんでした。裏庭にはセイディのお墓があります。池の前の大きな木でのワンシーンは映画の中でも象徴的なシーンです。裏玄関から外に出て左手に行くとセイディが倒れていたところがあります。斜めに生えた木がどことなく不気味です。以上、資料館の家の間取りを見ていきました。今回再現するにあたって外観と内装の窓の位置を合わせるのがとても難しかったです。ノースカロライナ州にある実際のこの家の動画を見てみましたが、間取りや広さが映画と全然違ったので、家の内部は別でセットとして作成されたのかなと思います。ペロン家の間取りを見ていくと、この映画の恐怖が心霊現象の描写にとどまらず、家という構造が生み出す不安に根ざしていることがわかります。この映画を見て J ホラーにも通じる湿度のある怖さを感じたのですが、家という閉じた空間がもたらす圧迫感のせいかもと思いました。本来は最も安心できるはずの家が、いつの間にか逃げられない恐怖の空間になってしまう。それこそがこの作品で最も恐ろしい点だと思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をいただけるととても励みになります。